折り紙と画用紙で作る立体的な彼岸花ですね。こちらの作り方をご紹介していきます。それでは作っていきます。今回は黄緑色の単色折り紙と100円均一などで売ってる A3 サイズの色画用紙、こちらの赤い画用紙を使用していきます。まずはこの画用紙を10センチと10センチの正方形に切ってください。画用紙の方を10センチと10センチの正方形に6枚切りました。これを使って花びらを作っていきます。ちなみにこのような切れ端も、おしべに使うので、取っておいてください。まずはこの画用紙をひし形に向けて、で三角に半分に折ります。半分に折ったらまた半分に折ります。半分に折ったら上下を変えて、手前の方を膨らませて、そしてひし形になるように折ります。折ったら裏返します。反対側も同じように膨らませてひし形になるように上の部分を折ります。折ったら上下を反転させて、右下ですね。右下のこの辺を真ん中の方に向けて折ります。折ったら左の方も同じように真ん中の方に向けて折ります。折ったら裏返して、裏側も同じように真ん中の方に向けて折っていってください。ここまで折ったら今度は下書きを描いていきます。まずは定規を当てて、真ん中の部分に定規の5ミリのところを合わせます。合わせたら0と1センチのところに印を書きます。真ん中から5ミリの幅になります。印を書いたら上の方を尖らせるように書いていき、ある程度こう書いたらまっすぐに線を書いていきます。片方書いたら右側も同じように書いていってください。このような感じで書きました。次にこれをハサミで切ります。まずは上の三角の部分をハサミで切ってしまいます。次に今切った部分からハサミを入れていって、下書き通りに切っていきます。切ったら開きます。開くとこのような感じになってます。次にこのへこんでいる部分、ここにハサミを真ん中の方まで入れて、そしたら今入れた部分のその横の方ですね、ここにもハサミで切り込みを入れて、そして1枚切ってしまいます。1枚切ったら、その今切った部分から次のへこんでいるところに向けてハサミで切ってしまいます。このような形になります。次に折り筋の方が山折り、谷折りと、バラバラになっていると思いますんで、これをすべて谷折りになるように直してください。すべて谷折りに直したら、先ほど切った部分ですね、ここにボンドを塗ります。ボンドを塗ったら反対側の方、後ろの方ですね、後ろの方に貼り付けます。先ほど谷折りに折り直したその反対側ですね、山折り側に貼り付けるような感じになります。貼り付いたらこれを半分に畳んでる状態で中心の部分、ここに、切れ込みをだいたい 2、3 ミリ程度ですね、1回か2回、3回ほど入れます。切れ込みを入れたらこれを開きます。開いたら次に定規などで花びらの先端の部分を軽くですね、カールさせます。1箇所カールさせたら他のところも同じように先端の部分を、反らすようにカールさせてください。これをですね、他のところも同じように行ってください。6枚すべてカールさせたら画用紙の切れ端を使います。まずは画用紙に定規を当てて、で6センチあたりに印を描きます。印を描いたら今度は6センチのところにまっすぐな線を描きます。こんな感じで描きました。次にハサミで1ミリ程度の切れ込みを合計で6本か7本切っていきます。6本ほど切れ込みを作ったらこのまままっすぐ切ります。切ったら切れ込みの末端のところからおよそ1センチか 1.5 センチほど残して残りの部分を切ります。切ったらこれを丸めていきます。
先に画用紙の部分をこう指でなじませて、で柔らかくした後に丸めるとやりやすいかと思います。でこんな感じで丸めました。次に先ほど作った花びら、これに差し込みます。切れ込みを入れているところ、ここのギリギリのところまで差し込んでください。次にこれをボンドで裏の方にボンドを塗ってで、貼り付けます。あとはボンドが乾くのを待ちます。次に軸の部分を作っていきます。まずはこの折り紙を4分の1サイズに切ります。4分の1に切ったらこのうちの1枚を裏返して少しばかり斜めにして定規を角の方に当てます。角から出てる三角形がこのように一辺が長いような感じの三角形にして、この状態で折り紙を上に引き上げます。そうするとこのように折り紙がカールします。次に折り紙の一番丸まっている角の部分、ここをですね、先ほど定規を当てたところと同じぐらいの三角形になるように端の方をですね、ハサミで切ります。このように角の方を切りました。次にこれを丸めていきます。ボンドを塗る際は反対側のこちらの辺の部分ですね、ここに、塗っていきます。塗ったら丸めていきます。丸めたら棒の両端をハサミでまっすぐ切ります。切ったら次に棒の真ん中ですね、ここをまっすぐではなく少し斜めにしてハサミで切ります。でこんな感じで少しばかりですね、ほんの少し斜めにして切りました。こちらの棒の長さの方が、おおよそ 3.5 センチぐらいがいいかなと思います。余分な部分はハサミで切ってください。ちなみにこの太さの方ですが、おおよそ4ミリ程度にしてます。次に先ほど作った棒の斜めに切っていないまっすぐな方ですね、ここを花びらのそのおしべのところ、こちらに差し込みます。もしもですね、おしべ側の画用紙が太かった場合は、もうこの部分を、ハサミで切ってしまって、で直接ボンドで、貼り付けてしまってください。ボンドを切り口がまっすぐな方に塗ります。塗ったら先ほどのおしべの反対側の方に差し込んで、貼り付けます。はい、こんな感じですね。これを合計で6個作ってください。同じものを6個作ったら今度は茎の方を作っていきます。まずはこの折り紙を縦半分に切ります。ハサミで半分に切ったらこのうちの1枚、端の方を、おおよそ 1.5 センチ程度、2センチほどでもいいですね。このように折ります。折ったらこの今折った部分をハサミで切ってください。ハサミで切ったらこの切れ端の方は後で使います。この折り紙を裏返して横にします。次に定規を角の方に当てて、こちらもですね、このような急な角度ではなく少し緩い感じに置いてください。そしたらこのまま定規を上に引き上げて、で折り紙をですね、癖をつけます。1枚つけたらもう1枚も同じように角の方に定規を当てて、そして引き上げて、で癖をつけます。次に1枚の折り紙、これちょっと広げて、で短い辺の方ですね、ここにボンドを塗ります。ボンドを塗ったらもう1枚の反対の方ですね、ここを貼り付けます。このような感じで細長いものを作ります。次に丸くなっているこの角の部分ですね、ここを、定規を当てた角度と同じほどの角度でハサミで切ります。このような感じで切りました。あとはこれを丸めていってください。棒状に丸めました。太さの方は5ミリほどで太くしてます。そしたらハサミで両末端の部分をこのようにまっすぐに切ってあげてください。次に先ほどの切れ端、こちらをこの作った花びらの棒とだいたい同じような太さになるように、ハサミで細長く切ります。
こんな感じで細長く切りました。次に花びらのこの切り口の部分にボンドを塗ります。ボンドを塗ったら先ほどの切った紙の上の部分に貼り付けます。こんな感じですね。末端の切り口がですね、斜めになっていると思いますので、その斜めを利用して、このように貼った折り紙をまっすぐにすると、斜めになるような感じになってます。こちらの切り口の方をですね、こちらの紙で説明しますと、おそらく斜めになってますんで、これを貼り付ける際には、このように斜め上になるような感じにしてください。これはですね、この向きが横を向いていたり、こんな感じで横を向いていたり、逆にですね、反対側になってしまうと、後で貼り付けづらくなりますのでご注意ください。こちらはですね、残りのものも同じように貼り付けておいてください。他のものにも同じように貼り付けたら、先ほど貼り付けた紙の裏の方ですね、この裏の方にボンドを塗ります。ボンドを塗ったら先ほど作った茎の上の部分に貼り付けます。で貼り付ける際はですね、この茎の中の部分が見えてしまうので、ここをちょっと潰して少しばかり曲げます。でちょっと潰して、で内側の白が見えないようにしてから貼り付けます。先ほどボンドを塗ったところを、軸の上の方にですね、貼り付けて、でボンドがしっかりと、貼り付くのを待ちます。一つ貼り付けたら、これの今貼り付けたものの真反対側にも貼り付けます。同じようにボンドを塗ったら、その反対の方に貼り付けてください。このような感じに貼り付けました。3つ目は今貼り付けたものの、斜めのところに貼り付けます。このように斜めに貼り付けたらもう一つ。この残り一つも最後のこの斜めの位置に貼り付けます。こんな感じになります。同じようにですね、残り2箇所にも貼り付けてください。残り2つも貼り付けました。このような見た目になります。次にですね、ボンドがしっかり貼り付いた後に、定規などを使って花のおしべが上を方を向くように先端の部分をしごいてカールさせます。おおよそおしべの紙の真ん中あたりから曲げ始めると、このように綺麗に上を向いてくれるかと思います。これをですね、他のところも同じように、上の方を向くようにカールしてあげてください。他のおしべも同様に上の方にカールさせたら、最後は茎の部分ですね。茎がまっすぐなので、少しばかり曲げて、で自然な感じにします。曲げる角度はお好みの角度で調整してください。もしもですね、こちらの茎の長さが、長い場合はハサミで不要な部分を切ってください。これで長さの調整をしてみてください。これですね、立体的な彼岸花の完成になります。いかがでしたでしょうか。花瓶に刺すとこんな感じで自立させることができます。さらにですね、1本だけではなく2本、または3本と飾る方が、より彼岸花のたくさん咲くような感じを表現できるかと思いますので、お好みで、たくさん作ってみてください。それでは今回はですね、画用紙と折り紙で作る彼岸花の立体的な作り方のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。